皆さんこんにちは。こんにちは。三本塾です。三本塾です。いつもお世話になっております。今日は何でしょなんでしょうね。自分の趣味を紹介しようと思ってね。う。そうですね。今日はマックスの趣味をちょっと紹介してみようと思います。趣味は何かというと、うん。なんでしょう。なんでしょう。湯飲み、湯飲み、急須、急須。でなんとお茶ですね。うん。お茶ですね。お茶。でもあいにく日本茶が趣味なんかじゃなくて、日本茶ではない。日本茶ではなく、うん中国茶があ趣味でね。特にプーアール茶、プーアール茶って知ってる？あ、知ってる。聞いたことある。うん、プーアール茶ってめちゃめちゃ美味しいんだけど、ちょっと特別な入れ方が必要なので、それを今日紹介したいと思います。そうだね。コンビニに売ってるやつじゃない。全然それと全然違うので、ちゃんとしたやつはね、こんな形にする。これに入ってるの？入ってます。実は熟成うん。させたもんで、うん。これは16年近くマジ古い。でそうそう？16年。16年のものです。じゃあお茶の葉っぱを摘んで積んで乾かして寝かして16 16年寝かしてマジで飲むんだ。すごいね。うんうんうんそんなちゃんとしたやつ飲んだことないよ。うん。で面白いね。茶葉の表面もこんな形もこんな色もするうわ、くらこれお茶なの？そう茶葉ですよ。なんでこんな固まってるの？固まってて、そうですね。昔はこんな形がもっと、運びやすかったので、あ、そうなんだ。三茶バラバラの茶葉よりもうん、固まった形が、なるほどね。運びやすかったので、すごい勉強になる。でお茶葉をこの形から外すのうにん、道具も必要です。うん。剣の形をするんだけど、うん、茶葉を取るための道具です。いや、ちょっと面白そう。これで道具をゆっくりと入れちゃう。ね、少しずつ緩くして。そうやって取るんだね。1回分はこれぐらいですかああ、2人分ではこのぐらいがちょうどいいと思うんですね。？2人分ぐらい。2人分ぐらいですね。で、さらに手を使って、指を使って、さらに粉々にする茶葉を。はい。どこがいい？乾燥した茶葉は何か匂いがしますか？うん、しない。あんまり。あんまりしないんですね。うん。でもこれから面白いね。普通のお茶の葉っぱはさ、匂いするよね。ですね。熟成させると匂いがしなくなるの？そうですね。基本的にそんな感じになるんですね。まず急須を温めます。じゃあ一回この茶会というやつで、茶に海がこの茶会です。面白い。で今お水ですね。あ、お水じゃなくてお湯ただのお湯です。で温かくなった急須に茶葉を入れます。少しだけ香りが立ってきたような気がする。確かに全然違う。どんな香りですかね？すごいダメなコメントすると、いいよいいよ。昆布。こいつは何ですか？こいつの役割は？役割ですね。いくつかあるんですけど、第一としてこ
この直接急須から湯飲みに注んじゃうと、こっちから始めて、こっちからに行くと味がばらつきが出ちゃうので、均等になるためにこれを使う。で、また一つ目の役割ですね。美味しいお茶を作るのに、できるだけ熱湯に近いお湯を使わなきゃならないので、でも熱湯を飲んじゃうとね、やけどしちゃうね。なるほどね。で、お茶を冷めるように、これを。なるほどね。で、1煎目を入れます。結構湯気が立ってる。すごい。もうそんなすぐでいいんだ。そうそう、数秒で。すごいね。そんなにすぐなのにもう色がこんなに出てるよ。そうですね。色が見えますか？すごい。結構濃い。だってまだ入れて10秒ぐらいだから。また茶葉の熱いので気をつけてね。茶葉の茶葉を嗅いでみると、もっと微妙な香りがもっと微妙なの。本当だ。確かになんかあんまりいい匂いではないかもしれないですね。なんか、おじいちゃんちの物置みたいなあんまり味はそんな濃くないかもしれないけど、一応味わってみますか？できました。できました。1煎目こんな感じ。はい。じゃあちょっと見えないですね。いただきます。2煎目に移りましょうか。これは多分秋はびっくりしちゃうと思うよ。さっきと同じあれだよね。茶葉だよね。そうですね。で2煎目。2煎目。じゃあこれをさらに短くする。数秒以内出さないと。短いね。短い。でもさっきよりやっぱり濃いかな、色が。濃くなったよ。濃いよね。さてじゃあ2煎目。2煎目です。いただきます。香りがする。お茶だ。しっかりしてきたでしょ。苦味が出てきたね。お茶の結構お茶の渋みがね、出てきてね、お茶だね。面白い。お茶ってこういう感じなんだね。1煎目どうしても薄くなっちゃって、その分2煎目がすごいガーッとしっかりなんか渋みが。これなんか作法としては、何煎まで飲んでいいの？そうですね。いや、とんでもない。いい茶葉は10煎まで飲んでもプラ茶がいい。10回まで。すごいね。これ急須にお湯をさ、もういっぱいに入れてさ、こうやってこぼしてるじゃん。そうですね。これ意味あるの？やっぱ空気が急須の中に入っちゃうと冷めちゃうんです。温度が変わる。温度が低くなるので、でもできるだけいっぱいお水をここら辺にちょうどここに入れたら温度を保てる。じゃあ3煎目に入りますね。しっかりしてますね。熱っ。よく言うと、渋みの向こう側が見えるんだけど、悪く言うと舌が麻痺してきた。麻痺してきた。これ渋みがちょっと残ってるんだよね、口の中に。さっきよりもまた香りとかが強い気がする。強くなってきた。3煎目なのにだんだん強まってきたことも面白いなと。そうね、芯感じられますね。よく言うと、このお茶には芯、コアがしっかり感じられる。しっかり残る何かね、ある。ハードコアです。ハードコア。そうそれだ。そう面白いなと思って、こういうのはさ、ちょっとなんていうの、アジアっぽい感じじゃん。これちょっとさ、欧米っぽいですね。IKEA にありそう。だからこの組み合わせが面白い。それで思ったんだけどさ、
二番煎じっていう言葉ある。二番煎じって知ってる？どういう意味？二番煎じって、いや元々の意味はお茶の2番目煎じ、2煎目、2番煎じ。そう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 、だけど今使われてる意味は、要は誰かの真似2番目だってことで良くないっていうことなんだけど、なるほどね。でも今日のお茶の話だと2番煎じがいいっていうですね。皆様楽しんでいただけたでしょうか。もし機会があればこんなお茶を見かけたら飲んでみてね。美味しいよ。見かけたらどこに売ってるの？そうね。中華街ですね、やっぱり。まあ中国茶だったらやっぱり中華街とか中国の、ちゃんとしたものをこんな形するので。ちなみにですけどこれ、一つおいくらぐらいですか？数千円で買えるものもあれば、何100万円のものもあります。マックスの趣味が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。ではもっと熟成させたもの。だいたい何年ぐらいか分かんないの？20年近くかな。20年ぐらい。土匂いが土だ。味も土だ。枯葉の匂いがする。公園の地面の味がする。雨が降った後の公園を。わかる。公園を歩くとこんな味がする。雨の日の公園の土の匂いだ。大丈夫？具合悪くならない？